はい、今回のご紹介は速攻で BMW 新型 X3 の見学試乗してまいりましたので、それをお届けしたいと思います。新しくなった X3 の実力確認してまいりましょう。はい、ということでいつも皆さんご視聴いただきありがとうございます。車使用好きチャンネルです。今回は12月の初旬から各ディーラーに配備が始まった新型 BMW X3 見学試乗ということで、早速確認してまいりました。こちらですね、 X3 の 20D M スポーツ、そして外装がアルピンホワイトというですね、おそらく多くの方がこれを頼まれるんじゃないかなという組み合わせを早速試乗できましたので、私自身もですねすごい良かったなと思ってます。早速 X3 走り出しております。私はこれまで国産輸入車含めて100種類以上車試乗しておりますが、この X3 やはりですね、乗ってみて次世代感がすごいなと、そう思いますね。この後ですね、試乗動画と一緒に内外装を確認していきたいと思いますが、このようにですね、カーブドディスプレイプラスアンビエントライトが多用されたインテリアになっていますので、クラシックなデザインが好きな方は少し違和感を覚えるかもしれませんが、やはりですね、デジタル感であったり先進性、そういったものはすごく感じられるインテリアだなと私は思います。ここら辺については皆様ご意見いかがですかね。コメントなどで教えていただけると嬉しいです。そして今街走っていますけれども、旧型の X3 と比較しますとワンランク上の車になっているなっていうのがまず感じられますね。このように流して走っている時の静粛性であったり剛性感はやはりアップしているなとなるんですけれども、私はそれと合わせて先進性からくるなんか高級感、いいものに乗っているなという感覚がすごい高くなっているなというのを感じますね。今走行モードをスポーツにしていますけれども、自動でアンビエントライトが赤になるんですよね。こういった演出もですね、好きな人は好きですし、色も変えられるみたいですけれども、そういった細かい演出されているなと思います。そして X3 を買う多くの方が注文するであろう 20D の M スポーツですけれども、乗り心地は非常にいいですね。走行モードを変えるのはマイモデルズというところから選択しますけれども、ちょっと私が気になったのはこのコンソールのマイモデルというボタンがあるんですけれども、慣れてないからなのか押しづらいですね。ちょっと押したのに反応しないし、ちょっとこのように今押しましたけど強く押すという感じですね。モードの切り替えについてはこのパーソナルとスポーツで明らかに乗り心地が変わりますので、引き締まった乗り味を楽しみたい時にはスポーツバッチリ合うと思いますね。普段はですね、このパーソナルで走っている分には自分も助手席の方も後ろの席の方も快適だと思いますし、コーナーを気持ちよく走ったり高速で合流加速するときにスポーツにすればですね、かなり力強い加速をしてくれるので、ここら辺も本当に万能選手だなと思いますね。そんな X3 の試乗をしていますが、ここで少し外観も見ていきたいと思います。こちら今左上に表示しておりますけれども、新型の X3 M スポーツでこちらのオプションの20インチホイール履いている車両でした。このオプションホイールもかっこいいですね。そして BMW の M スポーツといえば白ということでアルピンホワイトやはり似合うなということですね。ドアノブは最新用いられている空力考慮した出っ張ってないドアノブになっていますね。そして後ろ見ていきますと、このようにリアランプはこの形状ですね。こちら光るとかなりかっこいいなと思いました。またですね、造形のプレスラインは結構やっぱり実物見るとかっこいいですね。やっぱり写真より実物がいいっていうパターンになってくるかなと思います。ここら辺のこのエッジの効いたプレスラインの造形美がいいですよね。私こういうの好きですね。そして今走っていますけれども、本当にトルクが太いんですよね。スペックとしては直列4気筒ディーゼルターボで197馬力の400ニュートン、さらにマイルドハイブリッドが組み合わさっていて11馬力プラス25ニュートンということで、馬力はディーゼルらしいスペックですけれども、トルクが極太だなというふうに思います。なので走り出しの発進加速がですね、非常に力強いんですよね。
この後ちょっと踏み込んでみたいと思います。ここですね。モードはもちろんスポーツにしております。ここからの加速が非常にすごいですね。余裕がたっぷりですよ。ほんと全然奥まで踏み切れてない感じがします。伸びやかですね。そしてこの力を発揮しながらもディーゼルなどで燃費も良くてですね、カタログスペックで 16.7 キロということでかなり走りますよね。あれ、改めてディーゼルだと思って聞いてみるとですね、走行の時に少しカラカラ音は聞こえますね。これ旧型でも聞こえましたけど、どうなんですかね。皆さん試乗されたら教えてください。そして新型 X3 のサイズ見ていきましょうか。全長はですね 4755mm、 全幅 1920mm、 そして全高が 1660mm というスペックになっているようでした。横幅はですね 1.9m ですけれども、全長が 4700mm レベルなので、また取り回しはしやすいんじゃないかなと思いますね。最近の自動車は本当に全幅が幅広いので 1.9m の車はですね、国産車でも増えてきているなと思います。今回新型 X3 乗っていますけれども、やはりですね、乗った時に素直にいい車だなというのが感じられますね。ここら辺のサイズ感の SUV は本当に各社力を入れているので、サイズ感の幅も合わせて考えてみると、メルセデスだと GLA と GLC があって、アウディだと Q3 と Q5 があって、そしてレクサスだと NX と RX があってということで、少し小さめの方がいいよという方は小さい方を選べばいいですし、大きいものを兼ねて選びたいという方は大きいものもラインナップできているので、ここら辺はですね、かなり迷いどころだと思いますね。価格もですね、いろいろ分かれてくるんですけれども、そういった中でこの X3 はそれらと比較してもやっぱり今で言うとちょっと頭一つ抜けてるというか、キャラクターもしっかりしているし、新しい新型感もあるし、装備も快適性も兼ね備えているので商品力高いなというふうに私は思います。そして最後にこの X3 の値段ですけれども、今回試乗した X3 の 20D M スポーツですけれども、車両本体価格消費税込みで858万円ということになっています。どうですかね、こちら高いと思うか。安くはないですけれどもね、旧型から比べて価格アップしているんですけれども、この昨今の自動車の価格アップと、そして今回の X3 の完成度からするとですね、ある程度は妥当なんじゃないかなと私は感じられました。今回はですね、新型の X3 速攻見学速攻試乗ということでまとめてみました。新しいキドニーグリル斜めのスラッシュ入っていますけれども、そちらも含めてですね、内外装かなりデザイン変えてきたなというのを感じますよね。ただですね、物の出来はいいな、これはやはり注目の車だなと私は思いました。またですね、X3 は M パフォーマンスモデルの M50 もあるので、そちらも気になりますよね。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆様も良いカーライフを。